皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。前回はロシア側からの情報を主に解説しましたが、今回はウクライナから出ている情報を中心として解説していきます。まず最初に一つ朗報なのが、ロシア軍の夏の攻勢がどうやら失敗に終わりそうだという分析が出ています。ウクライナは非常に平坦な土地が広く、ベトナムのジャングルのようなあちこちに身を隠すといったことがやりにくい場所です。冬になれば寒波もやってきますし、また雪や雨などによって地面がぬくらみ、なかなか進軍するのも難しくなります。そこで春から秋にかけてのシーズンが最も陸上戦闘において向いている季節となります。その真っ最中である現在においてロシア軍は目立った進軍をすることができていません。これは非常に良いことです。なぜならば、今年に入ってからトランプ大統領が就任したことにより、アメリカからウクライナに対する軍事支援はほぼなくなってしまいました。トランプ大統領は情報支援については継続的に行うとしていますが、物資の補給面などについてはかなり絞り込んでいます。バイデン政権が行った無償支援についてはこれを批判の対象とし、トランプ政権で行うのはお金を払って購入する分だけについては承認しようという方針をとっています。しかし、ロシアとウクライナを比較した場合においては、ウクライナの国力を1とした場合、ロシアの国力が10という具合にして、資金面で豊富なのは明らかにロシア側です。ですから、金を払った時だけ支援してあげようという姿勢を取ると、ウクライナはどうしても多くの軍事物資を購入することができません。それだけにトランプ大統領の就任は、ロシアを支援し、ウクライナの継戦能力を奪う政権になってしまったわけです。このように国際情勢下においては不利な状況が発生してしまっているにもかかわらず、ロシア軍が進軍できていないというこの状況が一つ朗報だというわけです。このようなウクライナ軍の戦いを支えているのは、ウクライナ自身の抵抗の意志が非常に根強いといったことに加えて、アメリカの支援が減った分だけヨーロッパが奮起し、支援の穴埋めを行っているからです。といったところが現在の戦況の全体像となります。それでは、ウクライナが発表している日々の戦闘映像などの紹介をしていきましょう。まず紹介するのは、北朝鮮軍の多連装ロケット砲がウクライナ軍のドローンによって破壊されました。もともとは北朝鮮製の兵器ですが、ロシア軍に提供され、ロシア兵がどうやら使っていたようです。ウクライナ軍のドローンが後ろから近づき爆発、それに伴って搭載されていたロケット砲がその場で発射されてしまい、乗務員の乗っている運転席を貫通。ちょっと驚くべきところは、乗っていた兵士が飛び出していることから、特殊は免れていたようです。北朝鮮のこの兵器については、ロシア軍と弾薬類の互換性がありません。それだけに、北朝鮮からの弾薬補給を受けなければ、運用することも難しいというものです。今のロシア軍にとってはそのような使い勝手の悪いものについても北朝鮮から買わなければ戦闘能力を維持するのが難しいのでしょう。次に紹介するのがウクライナ軍のドローンがロシア製の対空兵器である S400 を破壊する様子。場所はクリミア半島です。前線からはかなり遠い場所といったこともあり、どのような手段でクリミア半島の対空兵器を破壊できたのかは不明です。現在ウクライナ側のドローンについては光ファイバーが 40km まで延長できるようになっており、妨害電波にさらされても途中で墜落するなどの事故が減っているそうです。しかし今回の場合だとクリミア半島の中ほどではないかとも言われていることから、水上ドローンである程度クリミア半島の中ほどまで進み、ここからドローンを飛ばすといったちょっと複合的な作戦を取ったかもしれません。続いてはウクライナ軍ドローンによる攻撃。軍用車両や榴弾砲など様々なものについて一つ一つ丁寧に攻撃を行っています。軍用車両について言っても様々なカモフラージュをしていますが、ドローンによる攻撃が繰り返し行われていることがわかります。また、ドローンの進出する距離といったものも伸ばされていることから、前線に配備されているものではなく、前線のそのちょっと後ろ側で移動しているところでも、兵器や軍用車両が次々と狙われています。なお、この映像はウクライナ軍側からのものですが、ロシア軍も同様にしてウクライナの前線プラスその後方に対する攻撃も行っています。双方ともに榴弾砲で撃ち合うだけではなく、ドローンについても日々両軍が相手を狙って飛び交っている状態です。次の映像はウクライナ軍の空爆の様子。ウクライナ軍は基本的に古い戦闘機を使っていますが、しかし
その中でも確実に戦果は上げているようです。それを支えているのがこれまでは欧米から供与されたミサイルや精密誘導爆弾です。こちらは北部戦線クルスク州におけるロシア軍の使用している施設に対する攻撃。こうした航空用の精密誘導爆弾は欧米からの供与に頼っていましたが、ウクライナ自身も国産品の開発に乗り出しています。こちらの映像がその国産品だとされるもの。射程距離を延長するための羽などをつけています。射程の長いミサイルについては製造コストが非常に高いことから、こうした航空用爆弾を精密誘導化するといったキットが軌道に乗れば、ウクライナ軍の前線に対する支援空爆は今よりももっと強力になります。次に、ドローンは空中を飛ぶものだけではありません。海を行くものもあれば陸を走るものもあります。この陸上ドローンの今の役割は物や人を運ぶことに専念しています。こちらは前線の塹壕に対する補給物資の運搬。陸上ドローンが到着すると兵士が急いで荷物を陣地へと運び入れていきます。塹壕にこもっている兵士よりもむしろ塹壕に物を運ぶ兵士の方がロシア軍に狙われることが多く、また被害も出ているのだそうです。そうしたことからこうした無人の陸上ドローンの活躍の場はまだまだ広がりそうだということです。続いてはロシア軍の輸送列車に対する攻撃。この白く映っているものは燃料を満載した輸送列車です。ウクライナ軍が燃料輸送している最中の列車に対する攻撃を行いました。場所はウクライナ南部。全体からすれば炎上した車両それ自体は数は少ないものの、非常に長時間燃えたことによって線路が歪むなどの二次被害も発生しており、ロシアの兵站を乱すことに成功しています。こうした車両そのものをずっと守り続けるというのは、ロシア側もかなり負担を強いられることでしょう。大量の物資を前線近くまで少ない人数で送り届ける。この任務には列車が非常に重宝されています。しかし、守るのも難しいことから、ロシア軍では装甲列車が現役です。国営メディアが報じたところによると、演習で装甲列車エニセイが運行されている様子が報じられた。装甲列車エニセイ号は、対空砲や重機関砲、さらには BMP に歩兵戦闘車が直接乗せられているなど、様々な兵器が装備されている。ロシア軍によると、装甲列車は主に兵站部隊の護衛や鉄道線路上の偵察や修理任務に使用されており、占領地域での作戦継続の優先事項となっているという。現代の西側諸国の軍隊ではほとんど見られない装甲列車ですが、ロシア軍においては依然として独自の役割を果たしています。鉄道を基盤とした兵站の活用は特に広大でインフラに依存するロシアの軍事システムにおいて長距離の補給線を維持するために不可欠と考えられているからです。果たして装甲列車に歩兵戦闘車を乗せていることがどれだけ防御力の向上につながるかは疑問ですが、いかにも守っているぞという感を出すには役割を果たしているのでしょう。続いて、ウクライナのスパイダーネット作戦でロシア領内における空軍基地が小型ドローンの攻撃を受けました。その際に戦略爆撃機を中心とした大型の軍用機が次々と破壊されました。ロシアでは爆撃機の製造拠点を拡張するといったことが行われているようです。フィンランドの放送協会はロシアが戦略爆撃機の製造拠点としている中部カザンの航空機工場を拡張していることが衛星画像で分かったと報じた。ウクライナ攻撃に使用する機体を製造している可能性があるという。ウクライナは今月、ロシア各地の航空基地を無人機で奇襲攻撃、超音速戦略爆撃機ツポレフ 22M3 など約40機を損傷させた。ロシアは火山の工場で失った航空戦力の穴埋めを図っているとみられる。工場では長さ約320メートル、約1万9000平方メートルの施設もあり、サッカー場3面に相当するとしている。拡張には約1700億円が充てられ、核兵器搭載可能な軍用機の製造や旧型の改修を進めているという。しかし、ロシアはウクライナ侵攻に伴う欧米の経済制裁により、西側の部品が入手困難になっており、航空機の生産自体は減速している。記事の中で生産能力は必ずしも伸びているわけではないという部分があったので、実際どのくらいなのかについて別の記事を探しました。同じくロシアの軍用工場が拡張されていると報じている記事の中に生産実態が書かれていました。火山航空機工場はロシアの国防産業にとって極めて重要な位置を占めており、核兵器搭載可能な爆撃機を含む戦略航空機の製造と近代化がここで行われている。
にもかかわらず、同工場の生産実績は依然として極めて低いと指摘されている。火山航空機工場では、ツポレフ 160M 機体の組み立て近代化に加え、新型機の生産も継続している。しかし、そのペースは依然として低調で、2024年にはツポレフ 160M2 が2機しか納入されていない。一応他にも大型の機体やもしくは民間旅客機の生産なども行っているとのことですが、実際には年間の製造機数が1機か2機なんていうことも別に珍しいことではないそうです。ちなみに民間旅客機として製造する予定だったツポレフ214は23機の契約があったにもかかわらず、2025年に実際に製造されたのはわずか1機に過ぎないとのことです。年間の生産機体数が1機、2機、3機といった程度の工場に1700億円も投資して拡張したというのですから、ウクライナ軍はこの工場にドローン攻撃を仕掛けて壊滅させることができれば、ロシアの大型機体の製造に大打撃を与えることができるでしょう。夏はまだまだといったこともあり、ロシア軍の攻勢それ自体はまだ続くことでしょう。しかし、勢いがなくなっているのはちょっと数字から見ても明らかです。例えば、ロシア軍の攻勢が非常に様々な場所で大規模に行われ続けてきた時というのは、ウクライナ軍の迎撃戦闘も非常に多発し、それに伴って戦果の報告といったものも非常に多くなっていました。そのため、ロシア軍の死傷者数が1日で2000人近く上がっていたことも以前では珍しくなかったほどなのです。ところが現在ではロシア軍の攻勢のその規模についても縮小しており、回数が維持されても規模が縮小していることから、むしろロシア軍の攻勢は随分と勢いを失ったなという評価がされているわけです。現在ではロシア軍の死傷者数は1日1000人から1200人程度に減少しており、規模から言えば2分の1程度近くまでロシア軍の出撃してくる部隊の人数が減少しているのです。しかし、領土を取り戻そうとしてウクライナ軍が攻勢に出ると、今度は攻守逆転でロシアが有利に迎撃戦闘を行えるようになります。そうなってしまうと今度はウクライナ軍側の被害者が増えてしまうというわけで、非常に戦争というのはもどかしいものです。だからこそウクライナは今は耐えに耐えて、前線においてはロシア軍兵士を徹底的に撃退し、一方においてロシアの内地における戦略物資や軍需工場に対する攻撃を継続的に行うことが必要でしょう。前回の動画でも述べましたが、戦争の長期化に伴ってロシアの戦時経済を支えていたエネルギー資源を輸出して稼いできた貯金は底をつきかけています。兵士をかき集めるのも限界に来ており、国外から労働者を募って何とか民間経済を支えなければならないような状態ともなっています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓や更新に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたり、評価ボタンのクリックもぜひともお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。